それでは今回は整数分野二元一次不定方程式の基本となる考え方を説明していきます。ABC を整数とするときに xy についての方程式 ax プラス by イコール c この形の式を二元一次不定方程式と言います。x と y こういう文字のことを元と言いましてね、二元でそして一次の方程式なので二元一次の不定方程式、答えがたくさんありますよということを不定という言葉で表しました。また二元一次不定方程式を満たすような整数 xy の組、これを整数解というふうに呼びます。例えばですね、4x-5y イコール0、これを満たすような整数解は何か探してみましょう。例えば、54はそうですよね。18、これも代入したら0になりますね。4×10 で40、5×8 で40、引き算をすると0ですよね。はい、そしてマイナス5、マイナス4、0、0、これももちろん答えですね。というふうにいっぱい出てくるわけですね。ただ、これ数学で方程式を解くということは、すべての答えを示さなければいけないんですね。一部だけ出して終わりというわけにはいかないわけです。じゃあどうするかということで、表し方を工夫するんですね。例えばこのように 5n、4n、x に来るのは全部5の倍数ですよね。で、y に来ているのが全部4の倍数であるということで、5n、4n と表して、n は整数。このように表したり、あるいは、こういうふうにね、x イコール 5n、y イコール 4n と書いて、n は整数というふうに表してやれば、これ、全部ね、この n にこれから数字をどんどん入れていけば、ね、すべて出てくるはずなので、この形で表したということが言えるわけですね。例の12番やっていきましょう。まずは、括弧1番からですね。はい、じゃあどういうふうに考えるかということなんですけれども、これまず両辺から 3y を引いて 5x イコールマイナス 3y という形にします。これ重要なのは実は5と3なんですよね。はい、5に何かの整数をかけたものと3に何かの整数をかけたもの、これが等しくなる。そういう状況を考えるんだということですもんね。はい、だから5と3の性質が非常に重要になってくるんですが、これまず互いに素なんです。互いに素っていうのは、共に割り切る正の整数が1のみである2つの数。公約数が1しかないということですよね。最大公約数が1である。いろんな言い方ができます。いずれにせよですね、5と3が互いに素であるということは、イコールで結ばれるためには、こちらの5にかけてある整数、これは3の倍数じゃないとダメですよね。同じことが3にかけてある整数にも言えて、今度は5の倍数じゃないといけないということも言えます。いずれにせよ5にかけてある整数、こっちの場合は x ですね。x は3の倍数じゃないといけないということですから、はい、n を整数としてx イコール 3n と置いてやればいいですよね。はい、そして、x が 3n と置きました。あと、丸1ダッシュを満たすような y を考えなければいけませんね。はい、なので、こちら丸1ダッシュの x に 3n を代入します。はい、そうすると、こういうふうになりますよね。5×3n イコールマイナス 3y。で、明らかに両辺3で割ることができます。よって 5n イコールマイナス y ということです。で、求めたいのは x と y なので、この式を y について整理しますね。はい、そうすると、丸2からx は 3n、丸3から y はマイナス 5n。x が 3n で表せるときに、y はマイナス 5n で表せる数。その2つの数だと、丸1の式を満たしますよということですね。この最初の式を満たしますよということですね。はい、なので、丸2、丸3から、x イコール 3n、y イコールマイナス 5n というふうに答えが書けます。もちろん、n は整数ですけどね。はい、ここでちょっと確認をしておきましょ
5x イコール 3y イコール0。これは問題の式ですよね。なので、x、y の当てはまる数は、例えばね、n に1を入れてやると、3-5、2を入れてやると、6-10と、いっぱい出てくるんですね。で、それ以外にも、例えばね、0を入れて、x と y に00を入れてもいいですよね。n が0の時ってことです。ね、n が0の時は、x と y が0になります。で、その x と y に00を代入してやれば、確かに丸1番の式は成り立つ。はい、他にも、マイナス1を入れたり、マイナス2を入れたりということで、n に順次整数を入れていけば、全パターンが出てくるはずだということで、この表し方で全てを表したというふうに考えるわけですね。では、括弧2番ですけれども、括弧1番とちょっと似てますよね。似てるんですが違うところもあります。何が同じで何が違うかというのをしっかり押さえておきましょうね。この5、3、そして0。この3つの数字の組み合わせは同じですね。で、違うのは何かというと、x があった場所に x プラス1が入っている。y があった場所に y-2 が入っているということなんですね。ただ、これ、x たす1も y-2 も、どちらも整数であることに変わりはありません。なので、基本的に考え方は一緒ですよ。はい。同じ考え方なので、括弧1番の先ほどの答案を書き換えていく形で説明をしていきたいと思います。まずはこの括弧1番の問題番号ね、これを括弧2番に直しましょう。で、丸1番の式ですね。これは当然括弧2番の問題の式に直ります。で、次にどうしてやるんでしたっけ？これ展開しちゃダメですよ。ね。だって、一番大事なのは 5× 整数イコール 3× 整数の形に直して考えるということでしたよね。だから5と3が互いに素であるということが生きてくるんですもんね。はい。ですから、次にやることは両辺からこの3括弧 y-2 これを引いてやるということですね。はい、そうするとこちらの5× 整数イコール 3× 整数の形が作れました。で、5と3は互いに素なので、この5にかけてある整数というのは3の倍数じゃなければいけませんよねということですから、x たす1は3の倍数のはずだということがここでわかるんですよね。はい、ということで、この丸2番、ね、これがどう書き換えられるかというと、x があった場所には x たす1が入ってますから、このようになりますね。x たす1イコール 3n。はい、そしてこの丸2の式を丸1ダッシュに代入しましょう。x たす1の場所に代わりに 3n を入れることになりますので、この式は 5×3n イコールマイナス3括弧 y-2 ということですね。こちらはそのままね、右辺の方はそのまま残ります。そしてこれ両辺当然3で約分できますので、5n イコール今度は括弧 y-2 という形になります。で、求めたいのはね、y だったので y イコールに直してやるということです。で、x も当然これ丸2からすぐ出せますね。はい、3n-1。つまり、x イコール 3n-1 の時に y が同じ n の値であれば、マイナス 5n プラス2で求まりますよということですね。はい、したがって x イコール 3n-1、そしてその時 y はマイナス 5n プラス2の値を取れば、丸1のこちらの括弧2番の問題の式ですね。この式を満たすことができますよということが言えます。ね。はい、次、いよいよ括弧3番ですね。括弧3番はどうやって考えるのか。これね、括弧1と似ているんですが、違いますね。何が違うかというと、0と7の違い。ね、大したことがないように思えるかもしれませんけど、これちょっと厄介なんですよ。なんでかっていうと、先ほどもね、言いましたように、この 5× 整数イコール 3× 整数、この形に変形して考えるということがとても重要だったんですね。
ところが、この括弧3番の問題の式だと、両辺から 3y を引いたとしても、右辺は 7-3y なので、3× 整数の形にならないんですね。ちょっとここが厄介なんですね。じゃあどうすればいいのかということで、そこでね、括弧2番、これに目を向けてほしいんです。括弧2番ってこれ展開してやるとですね、5x 足す 3y イコール1になるじゃないですか。この1って0じゃないですよね。だから、こちら、この0じゃない状態から0の状態に直せれば解けるんじゃないかということなんですね。だからこの形に変形できたら素敵だなということです。はい。じゃあどうやったら変形できるのかということですね。この式をこのような式に書き換えるためにはどういうことをしてやればいいのか。次のようなね、うまいやり方があります。どういうやり方かというと、まず xy の答え、一つ組の答えを見つけるんですね。最初にこういう式が与えられていればね、x にマイナス1入れて y に2を入れてやれば、この括弧の中は両方とも0なんで 5×0 足す 3×0 は0と、すぐに見つかるんですけれども、今はね、この式がまだ分かっていないという定義で話を進めますので、5x プラス 3y イコール1が最初に問題で書いてあって、答えの一組の答えを見つけるので、仕方ないので、いろいろ当てはめてね、探していくんですね。はい、そうしますと、x がマイナス1で y が2という一組の答えを見つけたとしましょう。はい、で、この見つけた一組の答えのことを、特殊解と呼んだりしますね。はい、そしたら次にどうしてやるかというと、こちら問題で与えられている式ですよ。この問題で与えられている式の x と y の場所にマイナス1と2を置いてやります。代わりにね。で、このままで扱っていきますね。はい、そうしますと、筆算みたいなことをするんですけれども、この筆算、足しますか引きますか、どっちだと思います？何をしてやりたかったかっていうと、これ、0にしたかったんですよね。この1っていうのが邪魔なんですよね。だからこれを0にしたい。5x プラス 3y イコール1という形で与えられている式を、とにかくイコール0の形に直したいということなので、この筆算も、足すか引くかって言われたらこれ、引いてやるんですね。そうしてやると、0を作ることができる。で、3y から 3×2 を引いていくんですね。このように計算できますよね。3y-3×2 ということは3でくくれて3括弧 y-2。はい、同じように今度は赤い枠の方でもやってやりましょうね。5x から5括弧マイナス1を引いてやる。そうするとこういう式に表せますね。はい、そうするとこれも5でくくれるので、このようになります。で、こちらマイナスマイナスなんで、x プラス1と直しておきましょうね。はい、これを下に書いてやるということですね。そうすると、こういうふうに直せる。これで0に書き換えられるということですね。この筆算でやっていることですけれども、そんな難しい話じゃないんですよ。2つの式の左辺同士、そして右辺同士で引き算をしているというだけなので、もし横に書くのであれば、こういうことをしてるんですね。で、赤いところと青いところで別々にまとめているということです。はい。とにかく、こうやって計算することで、目的のイコール0の形が作れますよということで、あとはね、さっき括弧2でやったやり方で、答えが導けます。ということですね。はい。そこで、この括弧2番のね、新しく作った問題ですけれども、別の特殊解だったらどうなるのか。さっきはね、マイナス1と2と見つけて、式をね、こういうふうに変形していきましたけれども、じゃあ別の特殊解だったら、本当に同じ答えが出てくるのかと。
ね、ちょっと不安になりますよね。確認してみましょう。はい、例えば、x が2で y がマイナス3のとき、これも確かに成り立ちますよ。ね、5×2 で10、3× マイナス3で9なので、10-9でちゃんと1になりますよね。はい、この2とマイナス3の組み合わせもやっぱり特殊解です。そうしますと、どうするかというと、やっぱりね、考えられるということで、次にやることはこちらの筆算ですね。はい、5× 今度は2足す 3× マイナス3イコール1という式が入ってくることになります。で、こちらの下の式ですね。この式も当然、こちらの特殊解でやると、5括弧 x-2。で、こちら右側の y の式が、3括弧 y プラス3ですね。y 引くマイナス3なんで、y 足す3になりますからね。で、いずれにせよ1から1を引くことになるんで、ここは無事0になります。ということで、あとはね、同じように考えていけばいいので、はい、こちら5と3は互いに素ですから、x-2 は当然3の倍数でなければいけない。ということで、この丸2の式をこちらの丸1ダッシュの式に代入してやって、5×3n イコールマイナス3括弧 y プラス3。ということで、両辺ね、また3で約分できますから。で、その後 y イコールに直してやれば、x と y がこのように出てくる。で、これ、先ほどの式と違いますよね。これ大丈夫ですかと。ね、そういう質問も受けます。でね、これ、実はですね、左側、例えばね、答えを実際書き出してみると、こういうふうに書き出していきますよね。n が1のとき、n が2のとき、n が3のときを表してますね。はい、右側は n が1のときは5マイナス8、2のときだと8マイナス13。同じ組み合わせが出てきてますよね。これが3のときです。じゃあ2マイナス3は出ないんじゃないの？いや、n は整数なんで、ね、n は整数なんで、他の値も取れますよ。だから n に0を入れてやれば当然2マイナス3も出てきます。というふうに、ね、n にいろんな値を入れてやればいろんな値が出てくるということなんですね。はい、このようにいろいろ出てくる。だから同じ組み合わせであってもその時に取る n の値が違うだけであって、結局 n に全ての整数を入れて書き出していけば同じ集合が出てくるということなんですね。要するにどちらでも大丈夫だということですね。はい、ではいよいよ括弧3番いきましょう。まず最初にやることは特殊解を探すんでしたよね。いろいろね、数字を入れて、探しましょう。慣れてくると結構早く見つかりますよ。この場合は2とマイナス1を入れてやると、成り立ちますね。はい、なので、xy の解の一つとして、x イコール2、y イコールマイナス1が見つかりますよということですね。はい、で、次にやるのは筆算でした。ね。このようにして、これ筆算の目的忘れないでくださいね。1から1を引いて0を作るというのが目的でしたよ。はい、とにかく 5x から 5×2 を引いてやります。はい、そうすると、5×x-2 ということですね。そして、今度は青い枠の方、3y から 3×-1 を引いてやります。ですので、こちらは 3×y プラス1となります。ということは、こちらの問題で与えられた式ですね。この式は、丸1番の式ですけれども、はい、このように変形できる。ちょっとだいぶ省略しちゃってますけれどもね。これでも大丈夫かなと思います。はい、そしたら次にやることは何かというと、ね、大事なことはこの形に直すんでしたよね。5× 整数、そして 3× 整数、この形で考えるということが大事だったんですよね。はい、で、5と3が互いに素ですから、ねx-2 に来る数は3の倍数でなければいけないですよねと。そして、この丸2を今度は丸1ダッシュに戻してやります。こちらですね。ここに 3n の代わりに入れてやると、5×3n イコール
マイナス3括弧 y プラス1。で、これ、両辺また3で割れますから、5n イコールマイナス括弧 y プラス1。はい、よって y はマイナス 5n 引く1ということで出てきますね。はい、ということで、丸2から x も出ますので、あとはね、もうまとめるだけです。このようにまとまりますね。で、n は整数。こちらの方も忘れずに書くようにしてください。はい、では、練習の問題、ぜひこれね、自分でやってみてください。で、こちら探し方なんですけれども、係数の絶対値のがね、これ17の方が大きいですよね。だから、x に数字を入れて y を探していくよりは、y に入れていく方が早いです。なんでかっていうと、17で割った数の余りって、0からね、16までの17通りですよね。当たり前ですけど、17の倍数って17個おきに現れるわけですね。で、7の倍数ってのは7個おきに現れる。ということは、先に17の倍数を決めておいて、ね、で、頻繁に現れる7の倍数を探す方が見つけやすいですよね。はい。ですから、y から入れていきましょう。そうすると、もう y が2の時に、早くもですね、丸1から x の値が出てきます。ね、これで特殊解が見つかったということです。はい、では、整数解の一つとして、x が5、y が2と分かりますので、はい、筆算の形を作ってやって、ね、0を作るために、ね、引いてやらなければいけないということでしたよね。はい、そうすると、こういう式が出来上がると。7x-7×5、それから、17y-17×2 ということですね。両方ともマイナスがついてますので、マイナスは外に出しておけばいいですね。はい。そしたら、このように書き換えられるので、やはり7と17は互いに素だということで、x-5 は17の倍数ということで、今度は同じ手順ですね。丸1ダッシュに代入すればいいんです。はい、で、y の値も出てきますよということです。はい、あとはね、まとめるだけですね。17n プラス5、そして 7n プラス2。この2つで表せますということですね。で、n は整数ということですね。はい、説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。